懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は2008年発売の金消し復刻版夢の超人タッグ編ペンタゴンをペイントします。初代アニメカラーを参考にいつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。金消し復刻版夢の超人タッグ編、当時のカプセルに同梱されていたブックレットです。この段は復刻版の第1弾、当時ものレギュラーサイズから厳選されたタッグ編決勝トーナメント出場の超人がそれぞれタッグチームで2体カプセルに入っているという設定のラインナップでした。復刻版は金型の関係で若干サイズが小さめ、ペンタゴンはブラックホールとの4次元殺法コンビでラインナップでした。レギュラーサイズの当時もの金消しではパート2で展開されたペンタゴンの塗装前の様子です。肉付きもしっかり、比較的ずっしりとした感じのデザインで適度なディフォルメ感でしっかりと自立をします。塗装後のレビューを先に。今回は初代アニメのカラーリングイメージ。メインボディの白、赤がコスチュームカラー、黄色でアクセントが入った非常にシンプルな彩色でした。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取るレンジン漬け込みを一晩から2日して、可素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子は使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのゲームカラー、デッドホワイトを塗りました。下地の完全乾燥の後、なんといってもメインボディカラーの白から塗装を開始です。モデルカラーのホワイトグレーを使用しました。適度な粘性の扱いやすい少しグレーっぽさもある白カラー。塗って別の箇所の作業のうちに乾いてくるので、結果的に2度ほどの重ね塗りでしっかり色をのせました。筆で塗りに行ってしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせるイメージで作業をしました。塗料は水性アクリルのファレホを基本に下デルカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。ペンタゴンはアメリカ合衆国出身の時空超人で、4次元殺法コンビを組んだ悪魔超人のブラックホールとはいとこ同士。超人強度70万パワー、クロノスチェンジが必殺技です。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。速乾、無臭、均一で色ムラが出にくい、水溶性、これらが何といってもファレホの魅力です。ここで黄色です。フェイスのスターマークとパンツのバンド部分にゲームカラーのゴールドイエローを使用。隠蔽力には課題のある黄色ではオレンジに寄せた色味の優秀なカラー、下地の白も効いて一発で色が乗っていきました。そして色分け最後はリストバンド、パンツ、ブーツに使った赤です。鮮やかな赤カラー、ゲームカラーのブラッディレッドです。塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下デルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下デルカラーはイギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。仕上げに翼の内側の部分、ゲームカラーのグレイシャーブルーを使用しました。極細筆で丁寧に色を入れました。かかった時間は約30分の塗装でした。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は筋肉マン金消し塗装復刻版の夢の超人タッグ編シリーズからペンタゴンを初代アニメカラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。
次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。